酵母でね、なんか匂いが良くてすごい好きです。パンが好きというよりかオーゲルが好き。私の作るパンの美味しさ、すごさを知ってるんで、伝えたいっていうのがでかいですかね。ありがとうございます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 。10個ぐらい。10個持ってく？はい、いいですか、ちょっと。これがトマトの生地です。生地ですね。
さっきのトマト生地をベースにキューブのチーズとあと味噌サバを練り込んだ生地です。味噌そば。味噌サバ、はい。完全な思いつきなんですけど、食べてみたら、めちゃくちゃ美味しくて。ちょっとパニックになってきました。うちのパンが酵母が米由来の麹の工房なんですよ。お米と麹、っていうのもあって、こういうその、和風っていうかお米が合うような具材が結構あったりする。さっきのサバもそれから来てたりします。よいしょ。
まだ短いし。しないね。うん。一緒に一軸見てくれへん。一緒に一軸見てくれ。もう一枚。
時間に追われるからね。このままやるか。今日だけは手伝うわ、手伝っていい。全部一人でやろうと思ったら自分がバカでした。全然手伝ってもらわな。一人でいけるいける言ってたんですけど甘えちゃいました。オープンでだけ。これはもうダメだね。めちゃめちゃ美味しいです。そんななんか、しかも大根が入ってない。大根なしで。いや、いいですこれ甘い機種です。甘い香りします。これ角切りにした時はエアコン切ってブルスケッター。パテドカンパーニュですね。上はバルサミコこれ乗ってます。
られたから。形がめっちゃ可愛い。雑菌とか嫌な菌が入っても嫌だし、まあそういうちょっとデリケートな部分もあるんで、もうこの部屋で工房を作る。これが一応出来上がってる元種、麹の元種なんです。ブクブク言ってるでしょ。お米と、米麹で作った、いわゆるこれは酒種って言われる、一般的に言われてるやつ。これがね、小麦種の、スターターにまだ近い、これ7日目の、これが元ですね、スタート。小麦と水以外何も入れてないです。期間で言ったら3週間から1ヶ月ぐらいかけてできたやつと、こちらの言ったらミックスです。でこれがこの酒種のスタートから3日目っていうのは足すんですね。ご飯と米麹を足すんですけど、その作業を1日1回5日間したらこの酒種の元種が出来上がる。だからこれがうちのパンのもう全ての基本というか元ですけど、これプラスこの小麦から取った酵母とのミックスみたいな感じです。これはちょっと噴火するかもしれない。噴火したやっぱり。噴火した。元気良すぎましたね。まだ4日目5日目とあと2回継ぎ足ししてするからもっと発酵してきます。でももう3日目でこんだけいっちゃったからもうこれでもう使えるぐらいですよね。これと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 これ3つ、これ足して28度で3日間ずっと28度で発酵さす。これが生麹っていうやつ。レーズンだね。もうほぼ使えるんですけど、こっちがまだ3日目ぐらいなんでまだまだ。ここにエピは並べんの？この食パンのとこ。やばすぎます。そう、とりあえずの。いちじく持って行ってくださいね。
中ちょっと黒糖ときな粉を使ってで中はあんこと、作った牛皮お餅みたいな。このフィナンシェも工房で発酵させてるんです。ほんまにもう助かりました父母一人じゃいやもう絶対もう舐めてました。で最初ちょっと息がっていや一人でやるみたいな一人でやるみたいなこと言ってたんですけど、まあ、いざ来ていただいてちょくちょく泣きそうでしたもんねほんまにありがたいなと思って見てないですけどちょっとまだまだ動くんでどうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしまして。すみません。こればっかり買うの。本当にこれ美味しいんです。買おうとしてる。あ、すいません。あ、ちょっと聞いてみましょうか。ね、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり以前とはちょっと違う。あ、見たことないやつとかもいっぱいあります。はい。めっちゃ豪華。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これ食べた。なんかこんなん買って美味しそうでした。天然酵母でね、なんか匂いが良くてサクサクしててね、食パンとかすごい好きです。店員さんとかもね、いつも優しくてね、なんかいつも入りやすいので。2週もう乗り切らなくて乗り切らなくて。家族にもいっぱい買ってきて言われてでおばあちゃんにも買っていこうパンが好きというよりかはオーゲルが好きパンも好き。初めてほんまにこんな買ったのは初めて。テンション上がりすぎて。もちろんほんま1ヶ月半そうずっと待ちわびててこれだけを楽しみにしてるないやほんまにそれくらいもうリニューアルオープンめっちゃ楽しみにしてたんで。もう新しいパンもこれそうあってあって知ってますか？
ごいネギ味噌の和風のパンで今まで見たことなかったんでめっちゃ食べるの楽しみです美味しそうやなと思ったんですけど。惣菜パンもねコーゲル美味しいのいっぱいあるからこれも見たことなかったから、初めてこれ見ましたね。買ってみました。パンも美味しいんですけどこの具がもうめっちゃ美味しいんですよ、ね。のが取りやすい量やしね。何のパン食べるんですか？これ。これ？うん。これ食べたかった。可愛い。食べれなかった。お待たせしました。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ多いですけど。わかりました。焼いた時にやっぱり周りカリッと中ふわっとなる。ふわっと美味しい。25年は付き合いがあるので、いつから買ってるって言われても分からへんね。ここより生地の美味しい食パン食べたことないよね。こんなにパン自身に香りがあることないから、結局やっぱりここの食パンがいいよねってなるのかな。なんかね、生地が美味しいよね。それはもう私が揚げた人みんなで生地が美味しいって。これ新作ですね。結構周りハードでオレンジきてて美味しいです。袋だけね、会計一緒で。明太子のパンをいただいてます。まあ、パンももちろんすごいめちゃくちゃ美味しいんですけど、このフォーゲルさんの皆さんのその笑顔というか素敵やな、店の雰囲気が、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ボクシングジム仲間です。お父様も。はい。会員さんで、はい、メンバーさんです。自然にパン買うし、ここに来たら藤岡さんいらっしゃるし、なんか落ち着きます自分が。ね、美味しいですねやっぱりね。すごい明るくねなってすごいいいですね。表も看板変わってね、明るくなりました。藤岡さんともお話ししますけど、もう息子さんにお任せしたらうまくいくんじゃないですかって、はい、思って伝えてます。はい。明日のその準備っていうのがあるので、昨日のそれこそ朝一からずっと動いて寝れずにこの状態なんで、まあ、当然多分今日もね明日の準備できるのが今日は夕方からぐらいになると思うんで、お休みはいただいたのはもう1ヶ月ぐらいなんですけど、いいのか悪いのか、その木切ったり縫ったりとか変なところにちょっとこだわっちゃって、そっちに時間使いすぎたのも正直あるんで、十分準備して動いたつもりではいたんですけどね、まだでした。でも今日初日なんで、もちろん今日来ていただいている方、お客様には、ね、もう当然全力でというか、誠心誠意向き合わせていただいて、特に明日から同じような悔しい思いせんように、体フルで動かそうかなとは思いますけど。何時間寝てないんやろね。まあでもね、オープンはみんな寝ないんですよ。もうパパはもう全然寝ない時は寝てなかったですね。
助かってる。お母さんとずっと楽しそうに。面と向かって言えないですけど、もう精神的にめっちゃ助けられてて、ほんまに。今もう全然自分が元気なんもあんな感じやからせお金がもう助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンモグ物語をずっと見てて、天然工房ってこうやってるの見て、いやここ行きたいって思って、すごく美味しかったんですよ。もう本当に。お待ち遠しかったですね、1ヶ月半で。はい。ね、息子さんが次はるというか、そういうのも見て、家族でね、一致団結してなんか天然工房を守ってるっていうのがもう本当感動しました。よかったです。この番組を見れて本当にいい出会いがありました。はい花だらけですね。すごいですね。嬉しいですね。今日一応こんだけね途切れなく来ていただいてるんで、ちょっとホッとしてます。このやりたいお店っていうのが自分が作ったもんが全部並んでるっていう、そういうワンオペのお店を目標にしてやってるから体が心配かな。ある程度やっぱりもう自分にこうセーブかけへんととことんいっちゃう性格だから、それはちょっと心配なんです。今日はとりあえずホッとしてます僕は今まで30年かけてやってきて、この先30年彼が息子がやってくれたら60年もう老舗と言われるパン屋さんになると思うんで、その頃にぜひそこまで続けてほしいなって思います。体壊さず、僕は僕で工房作り頑張ってやるんで、はいでいいもん作って彼に提供してっていう感じで、お互いのそれぞれ目的を持ってね使ってちょっとこう違う方向で2人で切磋琢磨してやっていきたいと思ってます。あんなにパリッパリ作るようになったから、もうすごいです。尊敬する。達也物語です。は
始まります。いらっしゃいませ。うちのパン、昔から食べてるわけで、美味しいんですね。美味しいと思ってるんですよ。でもそんな中で、売り上げ伸び悩んだりとか、経営があんまうまくいってない時期とかも、あったりして、がゆえに薬剤師外で父は働きに行ったりとか、店の経営状態自体は順風満帆ではない30年やったんですけど、僕が一番、父の作るパンの、美味しさすごさを知ってるんで、若いなりに伝える方法あると思うんですよ。若いからこそできる、父にはできんこととか技術面じゃなくて、ただなんで、伝えたいっていうのがでかいですかね。ちゃんとうまいんだぞっていうのを